皆さんこんにちは。今回はファクトチェッキングナンバー2として、金は硬水にしか溶けないって本当について検証いたします。それではよろしくお願いいたします。報告内容ですが、1から8の通りです。よくまずは結論から話すと言われておりますが、このチャンネルは情報の切り抜きの一人歩きや根拠がない情報で炎上するような状況を防ぎたいという思いで作りましたので、順を追って説明いたします。長めの動画なので時間のない方は2倍速でご視聴ください。まず金について簡単に説明いたします。金属元素です。英語表記はゴールドです。インドやネパールで使われているサンスクリット語の輝くという意味の単語が語源とされております。融点は約1064度です。特徴1、塩点性が最も高い金属元素で、この特徴を利用して金箔などが作られております。簡単に言いますと、破断せず柔軟に変形する限界が大きい金属です。特徴2、青色の光を多く吸収し、それ以外は反射率が大きいため黄金色に輝いております。次に王水について簡単に説明いたします。英語表記はアクアレジアです。アクアが水で、レジアが王です。王の水という意味になりますが、直訳で王水となります。製造方法は濃塩酸と濃硝酸を体積比3対1で混合したものになります。ちなみに濃塩酸、濃硝酸という名前では販売しておらず、塩酸、硝酸の名前で販売されております。メーカーによって表記は若干異なり、グレードが名前の前についたり、密度が名前の後ろについたりします。試薬を購入すれば、おおよそ塩酸は 36% 前後、硝酸は 60% 以上で、これらを使用すれば問題ありません。特徴は、酸化力が強く、多くの金属を溶解させることが可能です。また、不安定で分解しやすいため、使用時に製造すると習いますが、作り置きでも問題ない場合があります。保存方法や用途次第ではありますが、金メッキなど薄いものを剥離する場合が多いはずなので、1週間程度保管したものでも問題ないでしょう。調査の経緯です。Google にて金は王水にしか溶けないと検索して株式会社が運営しているホームページを対象に5件に達するまで調査いたしました。5件中4件がリサイクル業のホームページでした。そのうち2件は同じ会社が運営しておりました。社名は株式会社 SRC になります。バリュエンスジャパン株式会社さんは東証グロース市場に上場しているバリュエンスホールディングス株式会社さんの 100% 出資の子会社です。1件だけ内容を読みますが、特に金やプラチナは王水でしか溶かすことができませんと、金が王水でしか溶けないことが明記されております。金が溶けるとはどういうことか簡単に説明いたします。金以外も含めて溶けるの定義はかなり複雑なので、金に限定します。まず真の溶液になった状態です。これは溶液中に 0.1 ナノメーター前後のサイズで化合物イオンとして存在している状態です。次はコロイド溶液です。電荷を帯びた1から100ナノメーター程度の微粒子で存在している状態です。次はこれだけ表現方法が違いますが、溶融した状態で、これのみ単体で熱によって固体から液体にすることになります。先の2つは他の物質によってできるものです。この動画内では金を真の溶液にすることができる液体を金を溶かすことができるものとします。金を溶かす化学薬品を調査する方法についてです。単純に金を溶かすもののように Google で検索しても良いのですが、間違った情報もあるため、実際に金を溶かすために使われているものから調査すれば間違いはありません。方法としては、製造現場で金を溶かす必要がある工程で使われているものを調査いたします。
まずは金のウェットエッチング工程です。半導体や電子機器の製造で化学薬品の腐食現象を利用して金を加工する工程になります。次に金の精錬です。鉱石から素材にするまでの工程の一つで、金濃度を高めた精鉱から金を取り出す工程です。この2つの工程で金を溶かす際に使われる化学薬品を調査いたします。ウェットエッチング工程を前後のいくつかの工程を含めた簡略図にて説明いたします。図は基板の断面図です。実際はいろいろなパターンがあります。また一部工程を省略しておりますのでご了承ください。まず精膜工程です。基板に金を精膜します。方法はスパッタリング、蒸着、メッキ、印刷など様々です。実際基板の表面はいろいろな処理がされています。例えば基板が金属の場合は絶縁層を作ったりします。次はレジスト塗布工程です。金の上にフォトレジストというものを塗布します。フォトレジストは光を照射することで薬品による溶解性が変化します。次は露光工程です。フォトマスクというものを使ってフォトレジストを除去したい部分に光を当てます。黒い部分は光を通しません。光の種類はいろいろあります。例としてアイ線と言われる365ナノメーターの波長の紫外線があります。フォトマスクとフォトレジストの間に隙間がありますが、そこにはレンズがあり、レンズを通してフォトレジストに光を照射します。フォトレジストに接触させる方法もあります。次に現像工程です。露光の工程で光を照射した部分を現像液で除去します。光を照射したところが現像液で除去できなくなるフォトレジストもあります。前者がポジ型、後者がネガ型と言います。次はエッチング工程です。エッチング液はフォトレジストは溶けにくく、金を溶かすものを選択しているので、フォトレジストがない部分の金が溶けます。最後にレジスト剥離液を使ってフォトレジストを除去します。金を溶かす化学薬品調査です。まずは金のエッチング液です。エッチャントとも言います。関東化学社製のオーラムシリーズの300系を例に挙げます。基本組成はヨウ素プラスヨウ化カリウムまたはヨウ化アンモニウムプラス水プラス有機添加剤です。実際はヨウ素が水に溶けづらいため、ヨウ化カリウム水溶液にヨウ素と有機添加剤を混合したものです。有機添加剤は液の濡れ性改善や安定性向上を目的とするものです。これに金を加えるとテトラヨウジド金酸3イオンとなって溶解します。ということで、ヨウ素系化学薬品にも金は溶けることが分かりました。次は金の精錬についてです。まず、金が鉱石から素材になるまでの工程を簡単に説明いたします。砂金や硫化物鉱石から金の素材にする方法もあるのでご注意ください。まず、細工です。鉱石を火薬などで破砕します。次に選鉱でさらに細かく粉砕して鉱石鉱物を分離して濃度を高めて精鉱にします。次が精錬で精鉱から金を取り出します。最後に目的に沿った形に加工され素材になります。精鉱と素材の間に加工という工程を書いてもいいと思います。金の精錬についてです。いくつか方法がありますが、シアン化法を簡単に説明いたします。まず浸出です。精鉱に空気を吹き込みながらシアン化ナトリウム液を加えて溶解させます。この時点で金はシアン化ナトリウム液で溶かせることが分かります。次にろ過を複数行い、残滓を取り除き金が溶解した液を回収します。次は脱酸素で微粒子をさらに細かいフィルターで除去し真空装置で酸素を取り除きます。
次は置換で亜鉛粉末を加えて菌を置換させ沈殿させます。最後に脱水後に溶融して地銀を得ます。シアン化法の浸出に使用される溶液の基本組成です。シアン化ナトリウム水溶液プラス酸素です。これに金を加えるとジシアの金1、3イオンとなって溶解します。よって金はシアン系の化学薬品にも溶けることが分かりました。ちなみに金はシアン化カリウム水溶液にも溶けます。まとめです。金は旺水にしか溶けないの検証結果です。1、主にリサイクル業のホームページに金は旺水にしか溶けないと記載がありました。Google 検索で5社中4社がリサイクル業でした。2、金は旺水のほかヨウ素系、シアン系の化学薬品にも溶けることが分かりました。証拠として金のエッチング液としてヨウ素系のオーラムという化学薬品が販売されておりました。また金の精錬の手法でシアン化法というものがあり、シアン系の化学薬品にも使用されておりました。シアン化法は1888年にイギリスで特許として発表されておりますので、最近発見され古い情報として金が旺水にしか溶けないということが残ってしまっていることはないです。ということで金は旺水にしか溶けないというのは嘘だと分かりました。今回は代表的なものだけ記載しましたが、調査資料にはチオ尿素による金の精錬方法の説明や塩酸を利用した電解剥離他にも複数記載されておりました。否定的コメント予測です。金の指輪をヨードチンキに入れてみたけど全然溶けません。どのような条件で実施したか分かりませんが、例えばオーラムの300系は30度1分で100ナノメーター程度しか溶けません。単純計算だと1ミリ溶かすには約167時間かかりますので、見た目は分からない可能性があります。温度、濃度などでも溶ける速さは変化します。シアン化法では酸素を引き込むと説明しましたが、その濃度でも変化いたします。最後に、ということで今回は別の金の動画で答えを言いましたので簡単な説明にしました。ブログではもう少し細かく説明しておりますので、気になる方は概要欄からブログを確認してみてください。私は確か高校で金は旺水でしか溶けないと教えられた記憶があるので、ホームページに間違った情報が多く存在するのだと思います。さすがに学校では正しいことを教えてほしいですね。それでは長い動画でしたが、最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いいたしましょう。